初めての棒針編みセーターの挑戦は、やはり道のりが険しく長かった。先日初めて棒針編みに挑戦した。本やネットに頼りながら表編み裏編み、それからお人形のセーターを作ろうとしたけど編み間違えて、急遽予定を変更してケープを作った。そんな感じで私も棒針編みデビューした。ということで次はいよいよセーターを編んでみたい。服はよくミシンで縫うけれど、服をどうやって編むのかがとても気になる。セーターよりカーディガンの方が使い勝手が良さそうかな。カーディガンにしよう。いやー、でも一人独学で編めるのかな。毛糸はもう買ってある。洋裁と違って本を読むだけで完成させる自信がないのだけど、勉強になる YouTube も今はあるし、セーター編むために輪針セットだって買ってしまったのだ。道具も何を揃えればいいかわからず、本やネットの情報を頼りにおすすめの輪針セットにしてみた。これがあれば何でも編めそうだ。あとは私のやる気だけだ。やってみよう。ふむふむ、セーターを編む前にゲージを取る。初めての言葉だ。毛糸や針によって出来上がり寸法が変わるから、試しに10センチ角くらい編んでサイズ感を確認するんですって。本の指定のサイズの棒針はこれだね。買った毛糸で早速編んでみよう。編み始める前だけど、意外に時間がかかるものだね。何も考えず毛糸買っちゃったけど、この毛糸すごく太い気がする。この段裏編みで編んでる。まあゲージだから問題ないかな。先が思いやられるね。よし、これぐらい編めばいいかな。
速どれぐらいの大きさになったか測ってみよう。おー、でっかいな。カーディガンの見本のゲージより相当大きいけれど、棒針のサイズを小さくすればいい？指定より細い棒針にしようかな。いかんせん初めてのことだから、ここら辺の塩梅が全然わかんないな。指定より細い方を使っていこう。よーし、早速編むぞ。たくさん編み物の本やネットで予習をしてからスタートだ。わからないことがあるたびネットで勉強。表編み、裏編み以外はだいたい初めましての編み方だ。ネットの動画を見ながら一つ一つ覚えていこう。だいぶ編み進めてきて袖ぐりに到着。でもここで少し中断中。編みながら記号図や編み方図を勉強しているのだけれど、どうしても理解できないところがある。どうして同じ段で左右同時に減らし目をしないんだろう。でも同じ段で左右同時に減らすときもある。同じだ。そうやって悩むこと半日。
あ、そうか、2目以上の減らし目は編み始めしかできないんだね。なるほど。だから同じ段で減らし目が左右できないのか。1目の場合左右同じ段でできるから編み図だけだと混乱してしまった。でも謎が解けてすっきり。安心して進めるね。だいぶ後ろ身ごろが編めてきた。でもサイズがすっごく大きい気がする。一旦身幅を測ってみようかな。おー、出来上がりサイズよりはるかに大きいな。でも下手にアレンジしたら辻褄が合わなくなりそうで怖いし、外に着てけない代物になってもいいから、とにかく本の通りのまま形になることを目標としよう。肩の部分に到着だ。しかしここから難関だ。肩の斜めになる部分。掛け目滑り目。これが難しそう。これでいいのかなと半信半疑で進めつつ。ダメだ、目数が合わない。ほどいては編んで、ほどいては編んで、わからない沼にはまってしまった。この肩の部分だけでも自分で編み図を書き出してみようかな。日本で買っておいた編み物ノート。レトロで可愛くて買ってしまった。初めて使うね。このマスを一目として本の指示を図にしていったら理解しやすくなるよね、きっと。ふむふむ、こういうことか。この図を見ながら慎重に進めよう。肩がやっと編めた。後ろ身ごろ完成。引き続き右前身ごろを編んでいこう。このカーディガンはポケット付き。ポケット位置に到着したから違う毛糸で編み込んでおくらしい。何もかも初めてだから、へえ、そうなんだの連続だ。ずっと緑の毛糸だったから茶色の毛糸つかの間だけど楽しいな。ポケットの大きさ分編み込めたらまた戻す。
全部戻ったらまた緑の毛糸で編んでいくんだね。右前身ごろが完成。やっと身ごろが完成。次は袖。道のりは長い。だんだんと袖も編めてきたのだけれど、予想よりもはるかに大きいセーターが出来上がる予感が、袖を編んでさらに増してきた。気づいたらこんなに長い袖。初めてのセーターだから、なるべくアレンジしないで忠実に編んでいく本心だったけれど、これはまずい。少しでも短くなるように今からでも調節しよう。長い袖が一つできた。本当に長いな。とにかくあともう一つ袖を編もう。よーし、これで最後の袖が完成。前身ごろのポケットを編んでいこう。この茶色の毛糸を取って目を拾って編んでいくんだね。
うやって編むのか。ポケットの裏の部分ができた。こんな感じになるんだね。あとはポケット口を編もう。ポケット口も完成。あとはポケット裏をまつろう。段をまっすぐまつれるように赤い手縫い糸で印をつけて、ポケット口も折り込んでまつろう。ポケットもできたから、いよいよ全パーツ組み立てていこう。これが噂の閉じはぎだね。まずは肩から始めよう。肩、袖、脇などをつなげるのだけど、つなげ方が場所によって違うみたいで、まず肩はかぶせはぎ。よし、肩がつながった。次は袖をつけよう。袖は引き抜き閉じ。かぎ針を使うんだね。ずっと棒針を使ってたから、かぎ針がすごく新鮮に感じる。袖がついた。本当に巨人が着るくらいおっきいな。お家をカジカにしよう。脇と袖下をつなげよう。しまった。違うところつなげちゃってたよ。このセーターが大きいばっかりに、かさばってよく確認せずつなげてた。結構時間かかったのにな。パーツが編み上がったら完成はすぐそこだと思ってたけど、結構閉じはぎ作業は大変だね。
なんとか閉じはげ作業全部完了。まだ前端と襟を編んでないけれど、着れる状態になったのが嬉しくて、ちょっと羽織ってみよう。おー、でっかい。あとは前端と襟ぐりを編もう。完成です。でも本当はこうしたかったけれど、本当に大きすぎて、せっかく前端を編んだけれど折り込んで、身幅と襟ぐりを小さくしました。時間がとってもかかったけれど、とにかく形になって嬉しい。コートみたいな包容力だ。夫が来たところ、そんなに悪くないかな。